今回はイーサリアムについて掘り下げていきたいと思います。これただのデジタル通貨ってわけじゃないんですよね。ビットコインと一体何が違うのか、そしてなぜワールドコンピューターなんていう壮大な名前で呼ばれているのか、その核心に迫っていきましょう。早速ですが、これすごくないですか？イーサリアムの創設者、ビタリック・ブテリンの言葉なんですけど、暗号資産金融のマインクラッシュと、何でも自由に作れるゲームに例えているんですね。この一言に、彼がただの通貨じゃなくて、誰もが自由に何かを想像できる、そういう革命的なプラットフォームを目指していたってことが全部詰まっている気がします。じゃあ、一番有名なビットコインとの違いは何か？このスライドがまさにその答えです。ビットコインはデジタルゴールドって言われるように、主にお金のやり取り、つまり金融取引のためのネットワークです。それに対してイーサリアムはワールドコンピューター。その上で本当にあらゆるアプリケーションを開発できる、そういう土台、プラットフォームとして設計されたんです。目指している場所がそもそも全然違うんですね。で、このとんでもない夢を思いついたのが、なんとまだ10代の若者だったっていうから驚きですよね。2013年、ビタリック・ブテリンはまだ19歳だったんですけど、彼が発表したホワイトペーパーには、単にお金のやり取りだけじゃない、もっといろいろなことに使えるブロックチェーンを作ろうぜっていう、とてつもなく野心的なビジョンが描かれていたんです。じゃあ、その夢をどうやって実現するのか。その設計図の核となるのが、このスマートコントラクトっていう技術なんです。これこそが、イーサリアムをただのコインじゃなくて、プログラムできるプラットフォームにしている、いわば魔法の正体みたいなものですね。スマートコントラクトって一体何なのかって話ですけど、めちゃくちゃ簡単に言うと、あらかじめ決めたルールを人の手を介さずに自動で実行してくれるプログラムのことです。例えば、自動販売機ってお金を入れたらボタンを押したジュースが絶対出てきますよね。それと同じで、A さんが B さんにお金を払ったら、B さんの持ってるデジタルアートの所有権を自動で A さんに移すみたいに契約をそのままコードにしてしまうんです。そうすると、銀行とか弁護士みたいな仲介者がいなくても、契約が勝手に、しかも絶対に実行される、すごい仕組みですよね。じゃあ具体的にどんな感じで動くのかっていうと、この3ステップで考えればすごくわかりやすいです。まず1番目、開発者がこういう条件が揃ったらこう動いてねっていうルールをコードで書きます。で、2番目、ネットワークがその条件が満たされたかどうかを自動でチェックする。そして最後3番目ですね。条件が OK なら、プログラムが書かれた通りに取引をズバッと実行する。全部がブロックチェーンの上で人の手を介さずに自動で完結する。これがミソなんです。でもこんなすごいビジョンがすんなり現実になるわけないんですよね。イーサリアムが世に出てすぐ、その未来を根底からひっくり返しかねない、本当にドラマチックな試練が待ち受けていたんです。このタイムラインを見てください。2015年にローンチして順調に来てたんですけど、2016年、とんでもない事件が起きます。それがザ・ダオ事件。当時、ものすごい期待を集めてたプロジェクトだったんですけど、コードの穴を突かれてハッキングされて、数百万イーサリアム、当時のレートで50億円以上ですよ。今だったらもう天文学的な金額です。それが盗まれちゃったんです。これはもうイーサリアム史上最大の危機でした。さあ、ここでイーサリアムのコミュニティはめちゃくちゃ難しい選択を迫られるわけです。コードは絶対だっていう原則を守って盗まれたお金は諦めるのか、それとも不正を正すためにブロックチェーンの歴史を巻き戻すのか。で、彼らが選んだのは後者。盗難がなかったことにするハードフォークっていう、いわば歴史の改変を行ったんです。この決断は賛否両論ありましたけど、結果としてユーザーを守るっていう姿勢を示したイーサリアムの方向性を決定づける本当に重要な瞬間だったんですよね。さて、そんな大変な時期を乗り越えて、イーサリアムはどうなったのか。ここからがすごいんですよ。ホワイトペーパーに書かれていた夢が、現実の世界でまさにカンブリア爆発みたいに一気に花開いていくんです。この表、見てるだけでワクワクしませんか？左側が2013年のホワイトペーパーに書かれていたビジョン。で、右側が今の現実です。例えば、サブ通貨なんて呼ばれてたアイデアは、今や NFT とかステーブルコインっていう巨大市場になってますよね。オンチェーンの株式市場という構想は、今でいう DX、分散型取引所になりました。昔の夢物語が全部今の僕らが使ってる現実のサービスになってる。
これ本当にすごいことですよ。今のイーサリアムの世界をざっくり地図にするとこんな感じです。見ての通り、一番大きいのが DeFi、分散型金融ですね。銀行とかを通さずにお金の貸し借りや取引ができる仕組み。これがもう中心になってる。で、その周りに NFT とかゲーム、価値が安定してるステーブルコイン、DAO なんかが広がってる。もうただのアイディアじゃなくて、実際に動いてる巨大な金融インフラなんだってことが、これを見れば一発でわかりますよね。でもこれだけ人気が出ちゃうと、当然問題も出てくるわけです。高速道路が有名になりすぎて大渋滞するみたいに、ネットワークが混んじゃったり、エネルギーを使いすぎって批判されたり。そこでイーサリアムは、この問題を解決するために、歴史に残る超大規模なアップグレードに踏み切るんです。そう、これが有名なスケーラビリティ問題です。人気が出すぎて使う人が増えすぎたせいで取引の処理が遅くなっちゃったんですね。で、取引を早く通すための手数料、いわゆるガス代がもうとんでもなく高くなっちゃった。それに加えて初期の仕組みはセキュリティを保つためにものすごい量の電気を使ってたんで、環境に悪いんじゃないかっていう声も大きくなっていました。その問題を解決するための切り札が、この新しいエンジンへの乗せ替えでした。古いエンジンがプルーフ・オブ・ワーク。これはものすごいパワーのコンピューターで計算競争をして、勝った人が取引を記録する仕組み。安全だけどめちゃくちゃ電気を食うんです。で、新しいエンジンがプルーフ・オブ・ステーク。こっちは ETH をたくさん持っている人が、それを担保にすることで取引を承認する仕組み。計算競争がいらないからエネルギー消費が本当に劇的に減るんです。そして、この歴史的なエンジンの世界がかの有名なザ・マージです。2022年9月のことでした。これ何がすごいって、世界中で動き続けてる巨大なネットワークを一瞬たりとも止めずにエンジンを交換したんですよ。例えるなら、飛んでる飛行機のエンジンを交換するようなもので、本当に前代未聞のアップグレードだったんです。結果、エネルギー消費は 99.9% 以上カット。未来への大きな一歩になりました。というわけで、一人の若者の夢だったワールドコンピューターは、たくさんの困難を乗り越えて、ついに現実のものになったわけです。じゃあ僕たちは、この完成したワールドコンピューターを使って、これから一体どんな未来を作っていくんでしょうか。その答えは、まだ誰も知らないのかもしれませんね。